どうも、プラシキです。今日は機動戦士ガンダムダブルゼータに登場する HGUC144 分の1バウを作っていきたいと思います。HGUC 初の可変キットということで楽しみにしています。発売日は2000年9月。価格は1320円となっています。驚きの低価格ですね。それでは早速内容物を確認していきたいと思います。内袋が1、2、3袋。続いてランナーですが、1、2、3、4、5。ポリキャップにホイールシール、デカール、説明書になっています。こちら A ランナー。ランナーはバウの新規ランナーになっています。こちらのランナーは色プラのランナーになっていますね。そしてこちらのランナー、朱色の赤の発色がかなり綺麗なランナーになっています。そしてこちらは関節パーツなど、黒のパーツですね。この縦、一色で成形されていますので、かなり色分けが大変そうです。そしてこちらのランナーは ABS 素材が使われています。そしてポリキャップ PC123 プラスが使われていますね。ホイールシールはモノアイの部分が3枚。デカール、バウのデカールがついています。説明書ですが、カラーと白黒の見開きタイプの説明書。この水色の背景が時代を感じさせますね。しかし内容はかなり充実している説明書になっていると思います。組み立て数量もそこまで多い感じではないですね。変形機構も備わっています。いいですね。こういう昔の漢字の説明書、すごく好きな説明書です。余剰パーツですが、ポリキャップに1つパーツが出る以外は余剰パーツは出ないようになっています。さあ行くぞ。ランナーからパーツを切り離してみました。ランナー数も少ないためパーツ自体はそんなに多くはないです。少ない方だと思います。それでは早速組み立てていきたいと思います。まずは脚部パーツからの組み立て。こちらのバウは24年前、約24年前のキットになるので、少しパーツの構成が古い感じはしました。今のガンプラに比べるとかなりシンプルな作りにはなっているような構造が多く、基本ははめ合わせでの作りになっています。色分けに関しても最低限の色分けがされているといった感じですね。そして膝関節などのパーツも基本的には軸を差し込む構造になっていました。こちらのパーツ、なぜか私のパーツは非常に差し込みが難しかったです。硬かったですね。かなり奮闘して差し込みました。そしてこちらにボールジョイントで足をつけて脚部の完成です。続いて胴体パーツ。こちら胴体パーツは変形機構のメインになる箇所でもあるので、パーツが結構細かく分割をされていました。この辺り24年前のキットなんですが、しっかりと変形の機構が考えられているような作りですね。しっかりそれぞれ別パーツで構成されて、ポリキャップで可動域などが動くように考えられています。このバウの変形機構を考えた人すごいですよね。しっかりとこのサイズ感で変形が差し替えなしでできるっていう風になっているのに感心しました。合わせ目ですが、どうしてもやはりこのようなはめ合わせ構造のため各所に合わせ目がどうしても出てしまいます。この辺はご愛嬌といった感じですかね。前塗装する人は合わせ目消しが大変かなと思います。この辺りのマークもちゃんと色分けをしないといけませんね。続いて腕部パーツ。腕部パーツもシンプルな構成になっています。肩アーマーなど上腕部もはめ合わせの構造、前腕部もはめ合わせでの構造になっています。この辺りは少し色分けの要素も入っています。この動力パイプなども色分けになってますね。パーツ分割になっています。マニピュレーターはシンプルな2つ構成、膝関節は1つの軸で構成がされています。そしてボールジョイントでマニピュレーターを差し込んで腕部完成です。
続いて頭部パーツ。頭部パーツは物合いが稼働しないのでシールでお好みの物合いを設定します。そしてこちらの赤いパーツを両側からはめ込んで頭部パーツの完成。非常にシンプルな作りになっています。続いて腰部パーツ。腰部パーツも変形機構の一部になっているので少し特殊なパーツの構成になっていました。ただ基本ははめ合わせの構図が多く、このように少しパーツで色分けもされていますが、ほぼはめ合わせの構造ですね。こういった少し色分けされているのは嬉しい部分です。こちらフロントのスカート、こちらもはめ込み稼働もします。サイドのスカートを差し込んで腰部の完成です。続いてバックパック。バックパックも基本的にははめ合わせの構造になっています。このプロペラントタンクの位置もはめ合わせ、そしてこのミサイル的なものですねもパーツで構成されています。この羽の部分の構図なんかもちょっと懐かしい作りになっていますね。ただこのバックパックなんですが、結構出来上がった時のプロポーションが個人的にはかなり好みなプロポーションをしていました。合わせ目はどうしても出てしまいます。バウは武装パーツが非常にシンプルです。こちらビームライフルはモナカ構造ではめ合わせ、モナカ構造のため合わせ目ががっつりと周りに出てしまいます。そしてこの小さいパーツ分化されたタンク的なものをくっつけてビームライフルの完成。そしてシールドですがシンプルな構成になっています。このようにパーツをはめ合わせてシールドの完成。色分けが大変そうです。可動域を見ていきましょう。こちら腰部パーツ。腰部パーツは裏打ちなどはないですね。可動域に関してはフロントスカート、サイドスカートが動くようになっています。そして脚部の取り付け、軸で取り付けになっています。脚部ですが、このようにサイドスカートを上げるとこの位置まで足を広げることが可能です。太もも部分は360度回転。そして前後へはこの位置ぐらいまで足を広げることができます。そして膝関節ですが、このように膝を曲げる動作は結構可動域あるんですけど、こういうふうに中ががっつりと見えてしまいます。変形機構が備わっているのでこの辺りはしょうがないですね。そして足の部分はボールジョイントのためこの位置までは動きます。設置性はあまり良くないです。このように折りたたむこともできます。肉抜きもありますね。合わせ目ですが、どうしてもこういうはめ合わせ構造のパーツが多いためどうしても出てしまうんですが、太もも部分は段落ちモールド化されていますね。それ以外は少し合わせ目が目立つといった感じになっています。そしてこの裏の部分にもがっつりと肉抜きが出てしまいます。足裏もそうですね、肉抜きが出てしまう構造になっています。そしてこの位置、腰部の上の位置にも合わせ目が出てしまいます。前後に合わせ目が出る感じですね。そして胴体パーツへの腕部パーツの取り付け。こちら腕部パーツですが、このように水平方向はこの位置ぐらいまでは上げることが可能になっています。そして軸のため360度回転。そして前方向へはこのように動かすことができないですね。可動域がありません。そして腕部分ですが、肘はこの位置まで、可動域は制限されています。上腕部は360度回転。マニピュレーター部分もボールジョイントで回転します。腕部の合わせ目ですが、こちらも同じように合わせ目が出る構造になっています。上腕部と肩パーツ。そして前腕部は基本的にパーツ分割で構成をされていたので、そんなに合わせ目が目立たないような作りになっていますね。このような感じになっています。肩幅はこのように動きます。一応内部分にモールドらしきものも入っています。そして頭部パーツ取り付け、ボールジョイントでの取り付けになっています。頭部パーツはこのように左右にひねることも可能です。
頭部パーツですが、はめ合わせ構造のため、このように前面部に合わせ目ががっつりと出る構造になっています。背面は合わせ目は出ないですね。そしてバックパックの取り付け、こちらはポリキャップでの接続になっています。バックパックをつけるとかなり重量感のある上半身になるんじゃないでしょうか。そしてバックパックですが、このように合わせ目が出てしまいます。やはりシンプルな構造のため、はめ合わせが多く、合わせ目はどうしても目立ってしまうキットになっていますね。下半身はこの部分を胴体パーツへ差し込みます。私のやつはあんまり抜けることもなく、しっかりとした補助力もありました。これでバウ本体の完成です。この色合いがいいですね。続いて変形機構を見ていきましょう。まず下半身バウナッターから見ていきたいと思います。こちらまずサイドスカートの部分をひねり羽になりますね。この位置が羽のような箇所になっています。そして太もも部分を両側に向け、足先つま先を曲げます。これでバウナッター完成みたいです。ただの足だと思いますが、これに核弾頭も積めるらしいです。恐ろしいミサイルですね。しっかりと飛行形態が完成しました。続いて上半身バウアタッカーの変形に移ります。まずマニピュレーターを取り外し、こちらの前面の部分肩アーマーをそれぞれ稼働させ、頭部を引っ込めます。そしてバックパックを開き、このウイングの部分を両サイド開きます。そしてこちら後ろの部分を広げ、この下のパーツですね、こちらを蓋をします。そして腕部を下に動かし、胴体の下部へこのように隠すような形ですね。下にしっかりと動きます。この辺りしっかり可動域が設けられていますね。そしてこのウイング部分のミサイルは稼働させるのを忘れていますが、後ほど動かします。そしてシールドをこのように取り付けて、バウアタッカーの完成になっています。しっかりと変形機構が備わっていますね。そしてミサイルを展開した状態です。しっかりとバウアタッカー変形機構がこの値段で備わっているのは24年前にしてはすごいなと感心しました。バウ完成しました。どうでしょう。このキット24年前のキットにしてはかなりプロポーションがいいんじゃないかなと思います。この赤と黒と黄色、この色分けの再現もしっかりされているんじゃないでしょうか。いいですね。この後ろ姿もかっこいいです。このキットは色分け、細かいところを言うと結構色分けしなきゃいけないところがあるんですが、それを除いても組み上がり状態はかなりしっかりと再現されているんじゃないでしょうか。バウは武装パーツが少ないため、ついている武装パーツはビームライフルとビームサベルのみ。ビームサベルは一色成形になっています。そしてこちらバウアタッカー、しっかりとした変形機構が備わっていて、飛行形態が再現されていますね。こちら差し替えパーツなしで変形するのはすごい技術が当時としては取り入れられていたと思います。そしてバウナッター、こちらも下半身しっかりと変形機構が備わっています。変形機構というか、足を無理やり変形させたというか、そういう感じのキットになっていました。ただ核弾頭も搭載できるミサイルになります。いいですね。このバウの立つ姿、非常に様になっています。かっこいいキットだと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回 HGUC 初の可変機構を備えたバウを作った感想ですが、24年前のキットにしてはかなりプロポーションが良く、また変形も差し替えなしでしっかりと再現されている、そんなキットでした。昔のキットなので合わせ目の多さや細かい部分の塗り分けなどはもちろん多く、しっかりと塗り分けで仕上げたい人にはそのあたりの手間がかかるキットになっていると思います。可動域なども最新のキットに比べるともちろん狭く、足の接地性も良くはないです。ただ組み上がった時のカラーリングの再現度とプロポーションの良さ、
しっかりとした変形機構には感動を覚えました。24年前のキットにしては傑作なんではないでしょうか。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。